こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は、XK-A150、ボーイン 747、2.4 ギガ3チャンネル RC エアプレーンの飛行レビューをお送りします。本機は XK ブランドのビギナー向け固定翼機 A1 ペケペケシリーズの最新作で、前作、エアバス A380 に続く大型旅客機をスケールモデルとする3チャンネルトイラジ機。今回は大型旅客航空機のシェアナンバーワンを誇り、ジャンボジェットの名で知られる B747 です。とはいえ、本製品はボーイング社の正規ライセンスを取得したモデルではないようで、ボーイングはボーユインに、ユナイテッドはユナイテッドと記述が変更されています。この、ちょっと変えときゃいいんだろ、という革新犯的な中国のお家芸が、トランプさんにまだまだ類を下げさせない原因になりそうな気がします。さて、話は戻りまして、本機のモデルであろう、ボーイング747ですが、主翼の翼端板を見る限り、現行の B747 の8型ではなく、400型と思われます。直行便のニーズが増したことで、大型機による主要空港への大量輸送が時代に沿わなくなったことに加え、基本設計の古さに起因する運用効率の悪さ、騒音や燃費性能の改善が難しいといった問題があり、ボーイングは8型を最後に50年にも及ぶ747シリーズの生産を終了しました。さて、そんなジャンボをモデルとした本機は流麗なボディラインを見事に再現しており、トイラジでありながらスケールはかなり正確で、尾翼拡大や視脚延長など多少のデフォルメこそあるものの、エンジンのインテークなど細かいディテールにはプラパーツを使って上手にジャンボを表現。その美しさは自称旅客機マニアなオイラも納得の出来栄えで飾っておいてもいいなと思わせる仕上がり。カラーリングはユナイテッド航空が2012年に採用した垂直尾翼にブルーの地球儀を冠するパターンを採用。このカラーは2010年に合併吸収されたコンチネンタル航空から受け継いだシンボルマークで、紺敵の空に浮かぶ地球に網羅するように光線で描かれた航路は一滴万感の美しさを感じます。ただ言わせてもらうと、航空会社ロゴはスカイブルーが本当の色なんですけどね。ああ、そうか。ユナイテッドじゃなくてユナイテッドだからいいのか。って、おい。モーターテスト。本機は左右モーターとエレベーターの3チャンネル機です。スロットルとラダーを左右モーターのパワーコントロールによって行います。ラダーは左右モーターの出力差によって操舵します。エレベーターは通常の操作ですが、右ショルダーのボタンで高機動モードにすると動作が変わります。高機動モード赤 LED 点滅ではジャイロに邪魔されない操舵が可能です。どういうことかを説明します。まずは通常の飛行モード。機体が水平飛行の状態では、エレベーターはスティックの操作に従順に応答しますが、機体が傾くと、この場合は後傾時、スティックはアップに倒していても、一定以上のアップにならず、エレベーターにジャイロが介入して、動力を水平尾翼とつらい位置に戻してしまいます。さらに、向かい角が45度を超えると、失速回避のため、水平を取り戻そうとダウンを勝手に打ち上がります。右ショルダーにあるボタンを謳歌し、高機動モードにすると、スティックを最大等角にした時だけ、ジャイロが介入しなくなり、機体が垂直になっても、動力は操舵した方向に切りっぱなしになります。
ただ、スティックの最大投角は、動力の最大動作角よりも小さいので、スティックを倒しきった瞬間に、少し動力が戻るような気持ち悪い動作になります。また、RTF 付属送信機は、センターと最大投角近辺に俯瞰帯、いわゆるデッドバンドがあり、スティックのわずかな投角範囲で操縦しないといけないため、結構シビアです。スペック。重量は実測でジャスト 60g。同シリーズの旅客機 A120 よりも 1g 軽いです。飛行テスト。函館後、初の飛行です。ゼロからフルスロットルにすると、数秒間エレベーターが自動でアップするので、滑走と合わせて、勝手にふわっと浮き上がります。これって、ラウンチコントロールでしょうか？いずれにしても、自動離陸機能のようなものですから、ビギナーには嬉しい機能ですね。とりあえず、今回は処女飛行なので、無理せず機体特性になれるところから始めます。ちなみに、撮影日は映像の通り曇り、常時5メートルの横風というマイクロ機には厳しい飛行環境。2本目。少し機体に慣れてきたので、基本のマニューバなどを試していきたいと思います。とてもよく効くエレベーターに加え、リモーターコントロールだからと侮れない旋回時の深いロール角によって、トイラジだというのに驚くほど高い旋回性能と俊敏性を実現しているので、もしかしたら A1 テケテケシリーズ最高の飛行性能を持ってるかも、という手応えを感じます。それでは、まずはループを試してみます。あら、あっけなく成功。半分まくれ気味で失速状態に陥りましたが、回復して普通に飛び去ってしまいました。もう一度やっても失速でコントロールを失うことは全くなく、普通に水平飛行に復帰します。失速からの高い回復能力は大きな交代翼が持つ自己復元性の高さと水力コントロール操舵の恩恵。さらにはプロペラ風がエレベーターに当たるという奇跡のような組み合わせのおかげ。なので、このように意図的に完全失速させても、何事もなかったかのように水平飛行に戻れてしまいます。とにかく失速してもスロットルさえ上げれば姿勢を回復させられるのです。さて、マニューバのテストに戻りまして、背面飛行に行ってみましょう。ちょっと高度は落ちていくので、背面状態の維持は難しいですが、簡単に背面へ持ち込めます。もう一発背面。楽しいです。